私は15歳から自衛隊に入っております。から、あと防衛大学校を出て幹部になり、主として作戦幕僚をやってまいりました。で、一番関わったのは阪神・淡路大震災から、それからオウム真理教の対処等を通じて、日本の、裏の真相がよく分かり、このままでは日本人が3代で DNA がなくされて滅びていく可能性があるということで、そのために真実を伝えることが大事ということで退官後6年前に退官して、以後その後はそういう真実の語り部と自称して、講演活動なり著述活動をやっております。実はオウムの、捜査に協力をしていたんですけども、実はオウムの直前にですね例えば事件をつまんで話をすると、最初松本サリン事件があったんですね。松本サリン事件の時のそういう土壌のサンプル、化学物質と、それから亀食い式村の異臭事案のものが実は同じものだということを自衛隊の化学部隊の方で分析して分かったんですね。でそれを、一緒に勉強してた警察の人たちに提供したんですけども、なかなか強制捜査に入らないんですね。でどうしてかなと思ったら、オウムには手を出すなという、そういう指示が来ているというところから疑問を感じてきて、誰が指示を出しているか、もしあの時にすぐ強制捜査に入っていれば15の地下鉄サリン事件は起こりえなかったんですね。でそういうことからいろいろ勉強していくと、日本というのはいろんな、多重走行でいろいろ統制というかマインドコントロールされているということが分かって、それをしっかり知らない限り、知らないうちに食べ物等を通じて、自分たちの未来の子供が失っていくということが分かったということですね。直接的にはありませんけども、間接的な影響はいろいろあったと思いますけども、ただし私も作戦幕僚やってますので、どこまで書いたらいいかということはよくは自分で判断できますので、基本的にはマインドコントロールの一番最初の時には栄養問題にしてるはずなんですね。タミフルだとか薬剤の関係で、多分一番政治的な問題になるであろう原発の問題は第2巻に出してるんですね。原発問題出してくるとこれ政治的な問題になってきますので。